ジブリの崖の上のポニョのモデルになった町です。船に乗って島に行ったり、灯台を見たり、喫茶店に行ったり、お土産を買ったりします。ぜひ楽しんでみてください。島の上にお寺みたいなのがあります。あの島には行けません。でもその後ろの島に今から船で行きます。船の乗り場が見えてきました。ここが乗り場です。こんにちは。お一人様240円。はい。ごめんなさい。ここね。はい。はい。はい、一人のところで、はい、お釣りをしてください。はい、30分に出ます。どうぞ、乗ってください。ここに入れて。はい、帰りの切符はいらない。わかりました。ここから乗ります。乗ったら船が揺れててびっくりしました。海ですよ、皆さん。私、いつも海のない場所に住んでいるので、とても新鮮です。この船の名前は平成いろは丸。19トンの船です。船が動き出しました。私以外には4人乗っていました。坂本龍馬という有名な人がいます。日本が近代国家になるために活躍した人です。その坂本龍馬がいろは丸という名前の船を使っていました。今乗っている船はそのいろは丸に似せて作られたんだそうです。船が着く場所が見えてきました。船を降ります。この橋を渡って島に行きます。さっきの船がもう帰っていきました。確かに見た目がレトロな船ですね。では島を見に行きましょう。島全体はこんな感じです。岩のトンネルを通ります。分かれ道に来ました。分かれ道というのは道が2つ以上に分かれていることです。とりあえず明るそうな方に行ってみます。海です。同じ船で来た人たちがいました。水がきれいでした。さっきの分かれ道から
今度は山の方に行きます。また分かれ道に来ました。坂が急な方に行きます。この道をずっと登っていったら、見晴らしの良さそうなところに着きました。船に乗る前に通った場所が見えました。ここから下ると、もっと見晴らしのいい場所がありました。目の前の島がさっき見た島です。あの銅像は坂本龍馬みたいです。なんでこんなところにあるんでしょうか。帰りも同じ船が迎えに来てくれました。さて、次は目の前のこのお寺に行きます。入り口はこっちの方みたいです。この細い道を行った先です。こういう道を石畳と言います。素敵ですね。こっちの坂道はどこに続いているんでしょうか。気になりますが、まずはお寺の方に行きます。このお寺から見える景色が綺麗なんだそうですよ。土足厳禁と書いてあります。靴を脱いでくださいという意味です。靴箱に靴を入れます。あそこで入場料を払うみたいです。こんにちは。こんにちは。大人一人お願いします。一人300円です。はい、ありがとうございます。ここからの景色が有名なんだそうです。みんな写真を撮っています。ここでは写経ができました。写経というのはお経を写すことです。お経とは仏教の教えをまとめたものです。私も簡単な写経をしました。意味はわかりませんでしたが、写経をしたら気持ちが落ち着きました。とても良かったです。ちなみに写経は1000円でした。来た道とは反対の方向に行きます。建物が昔っぽくて素敵ですね。ここは美容室。
髪を切るところです。こっちの道も魅力的です。ここはホテルですね。素敵です。ここは昔お店だった家だそうです。行ってみましょうか。こんにちは。なんか動画撮っても大丈夫ですか？ありがとうございます。ここは昔お店の人が座っていた場所です。最初は着物を売っているお店だったそうです。これは火鉢です。暖房やお湯を沸かすために使っていました。古そうな電話ですね。誰かが描いた宮崎駿っぽいイラストがあります。階段の下に物がしまえるようになっています。これは昔水を溜めていたものです。外はこんな感じです。150年以上前に建てられた家です。2階は入れません。どうなっているんでしょうね。着物のお店の後はこういう網を作るお店になったそうです。この玄関のドアは上に引き上げてあります。入り口を広く使うためです。ありがとうございました。とても親切にいろいろ説明してもらいました。こっちに行こうかなと思った時、あるお店を見つけました。ここは宮崎駿監督のデザイン画をもとに改装した町屋だそうです。町屋というのは日本の伝統的なお店だった家のことです。お店の名前はいろはです。船のいろは丸から取った名前だと思います。実は本物のいろは丸は沈没、つまり海の底に沈んでしまっています。その沈んでしまった場所がここ鞆の浦の沖だそうです。沖というのは港から出て行ったところで開けた場所です。鞆の浦について勉強できる場所がありました。昔の井戸がありました。
体験してみてくださいって書いてあったので、水を出してみました。レバーを動かすと水が出ました。レバーは結構重かったです。中では建物について勉強できました。素敵なお店がいくつもありました。この細い道を抜けた先に海があって灯台がありました。これは165年前に建てられたものだそうです。全然古そうに見えないですね。綺麗です。横は海の中まで階段が続いています。ここのカフェで飲み物を買うことにしました。すいません、ドリンクのテイクアウトしても大丈夫ですよ。はい。じゃあ、瀬戸内レモンソーダ。レモンソーダ。はいはい、かしこまりました。レモンソーダテイクでワンです。ペイペイでいいですか？はい、大丈夫です。594。はい。ちょっとお預かりします。お持ちしますね。はい。すみません、ありがとうございます。瀬戸内海の地域は瀬戸内と言います。瀬戸内レモンは有名です。交番がありました。かわいい建物ですね。次はポニョの映画に出てきた赤い屋根の黄色い家を見に行きます。もう見えてます。見えてるんですが、歩くと10分ぐらいかかりました。しかも結構急な坂でした。これ折り紙です。すごく上手に作られています。ここにお寺がありますが、もっと上まで登ります。看板があります。この道の先に喫茶店があるみたいです。でもまずは黄色い家を見ないといけません。見えてきました。ちょっと奥に入っていてよく見えません。でも普通の人の家なのであまり近づいてはいけません。上から見てみます。結構坂の上でした。ちょうど木でよく隠れて見えないですね。坂を登って疲れたので、さっきの看板の喫茶店に行きます。人の家に行く道みたいですよね。ここを曲がります。ここは人の家。
まっすぐ行ったらまた看板がありました。そしてここを曲がった先にドアの開いた家がありました。ここから入るのかなとも思ったんですが、向こうにのれんが見えたので、入り口はこっちみたいです。こんにちは。すごい景色です。あ、こんにちは。はい。どこでもいいです。いいですか？ここいいですか？はい、そこでもいいです。はい。上座ってもいいですからね。あ、ここに？あ、いいんですか？はい。畳だから、もしなんだったら座ってはい飲んでもらってもいいですから。あ、わかりました。どこでもどうぞ。あ、動画撮ってってもあいいです大丈夫か？ありがとうございます。もう動画もどこでも撮ってもいいです。あ、本当ですか？はい。お店の人がとっても親切でした。2階もあるというので行ってみました。ちょっと人の家みたいですね。2階はこんな感じです。外には別のお客さんがいました。船が出ていきますよ。20年ぐらい前にこの目の前の港を埋め立てる計画があったそうです。それに反対するためにこの喫茶店を作ったそうです。今はその計画はなくなったそうです。この辺のことやポニョの映画に関係する話などいろいろ教えてもらいました。帰るときに喫茶店のマスターが黄色い家が一番よく見える場所に案内してくれました。ですがその前にあの奥の日本っぽい家は元総理大臣の別荘だったそうです。そしてここが黄色い家がよく見えるポイントだそうです。バスの時間がもう少しだったので急いでバス停に戻ります。5分ぐらい時間があったのでお土産屋さんに寄りました。このモケケはその場所でしか売っていないモケケです。急いで2つ選びます。息子が2人いるからです。これはいはいできますか？ペイペイで。ペイペイで、はい。別々に入れますか？一緒でいいですか？一緒でいいです。一緒でいいです。はい息子2人にあげるんで。あ、喧嘩にならない。そう、喧嘩になるかもしれないですね。そういう時はどうやって決めるんですか？いや、今ね、やばい気がしてきました。ちょっと今、バスの時間だからと思って適当に選んじゃったんだけど。来ましたよ。今来たよ。はい。じゃあ帰んなきゃ。はい、したらいいです。はい。はい。来た。もうダメ？あ、やばい。バスに乗り遅れました。もうちょっと違うバスですね。これは違いますもんね。ちょっと時間経ちますけど来ます。30分後ですね。あ、そうですね。30分時間ができました。なので保命酒のお店に行ってみることにしました。保命酒は健康にいいお酒です。鞆の浦でしか作られていません。方面紙の試飲できますよ。お車の運転は大丈夫。はい、バスです。バスです。飲んでみます。だいたい30ミリね。これが1日の目安となります。はい。あ、1日の目安はい。いただたくきます。さん飲んでも効果同じなのでね。はい。はい。1日の目安というのはこの場合
1日に飲む量という意味です。美味しいですね。美味しいでしょ。美味しい飲みやすいと思います。高麗人参などが入っているそうです。袋は何枚つけ袋ましょう1枚お願いします。では2340円ですね。じゃあペイ。ペイペイをつけます。はい。ではこちらに読ませてください。はい。読ませるはこれです。はい、ありがとうございます。レシートは入れますか？はい、お願いします。はい。レシートはいりますかはお店の人がよく言います。いる場合はお願いします。いらない場合は、いえ、大丈夫ですと言います。じゃあ、ありがとうございました。では、バス停に戻ります。古そうな家が見えてきました。龍馬の隠れ部屋と書いてあります。坂本龍馬が殺されそうになった時、この家に隠れたんだそうです。ここがバス停です。バス停のベンチに座っていたら、目の前に柴犬がいました。柴犬を見ていたら、このあと夕飯を一緒に食べるアキさんから連絡が来ました。そしてアキさんはここまで車で迎えに来てくれました。福山駅でご飯を食べます。このお店です。並んでますね。まずは名前を書きます。名前を書いた順番で案内されます。乾杯。あきさんとそのご友人のご夫婦と飲み会です。もうやっぱ日本語勉強してる人としてない人は全然違くて、やっぱ日本語勉強してる人も文化の全てを吸収したいから日本語勉強するみたいな。なので意気込みがすごいから、もう私は今後も日本語勉強してる人だけに絞って学ぼうと思う。あきさんはこの福山と尾道でホームステイのプログラムをやっています。こちらの伊藤さんご夫婦はこの前アメリカの方のホストファミリーをしたそうです。俺らはサンタマルティンがすごいいい子だった、すごいいい子でよかったねって言うんだけど、それたまたまだったのかどうなのかっていうのが分かんないなと。もしかしたら他のホストファミリーの人は違うそうしてるかもしれない。本当みんなもう日本の文化にこんな浸れて、もう本当に感謝ですみたいな人ばっかりで、最近なんかブログに感想書いてもらって、そこでうわーって書いてあって、なんか家でやるこの機械の流しそうめんにすっごい感動されて、それで、ね、ただのそのプログラムこうだったんだけど、それだけでこんな書いて、でおっとこんなに書いてしまって、ここでやめなければどこまで続くことやらみたいな感じで締めくくられてて、なんかもう毎日それがねいろいろあったんだと思うんですよ。日本の人にとってはそんなに珍しくないことでも、ホームステイに来た人にはすごく珍しいことというのがたくさんあるようです。美味しかったね。マルティン流のその国のオムレツってどんなんって言って。そう、国によって多分オムレツとか違うんですか？全然違うんですよ。玉ねぎと卵だったかな。美味しかったね。ホ
ホストファミリーの人にとってもこういう何気ないことが思い出に残るようです。で英語を教えてるのも英語で受験に使いなさいじゃなくて、海外に行くともう可能性こんなにあるよっていうのを、自分の生徒とかに、見てもらいたいためになんか英語を指導してる、でこういう交流も持ってもらったら、もう福山で面白くないなと思ったらこんなに楽しいじゃないかみたいな、そういうなんか楽しさが日々みんな感じられてる。あきさんは英語の先生をしています。その生徒さんたちのためにも世界の人と交流して広い世界を知ってほしい。そして逆に福山ってこんないいところがあるんだってことを知ってほしいということでこのプログラムをやっているそうです。皆さんが参加したら大歓迎されると思います。リンクを概要欄に貼っておきます。ポニョの町友の浦もホームステイプログラムで行くそうです。さっきのお店のすぐ横にジンジャーダイヤモンドというお店がありました。チャイのシュークリーム美味しそうですね。体に良さそうな美味しそうなものが売っていました。ファン・チューリンさん、チョン・ヨンスクさん、ウォルター・エーデケンさん、スーパーサンクスをありがとうございました。感謝しております。Lastly, I'll share a comment with you. It's a question from Hoi-san. Can I get scripts of the videos on this channel? Thank you for the question. Yes, you can. I'll put the link in the description, so feel free to check it out. And this part is for everyone watching. I really want to help Japanese learners improve their Japanese, and I like you to speak with confidence. That's why I created a course to help you improve your pronunciation, rhythm, pitch, accent, and intonation. If you want to feel more confident when speaking with Japanese people, please check out my subscription course. You can find the link in the description. Thank you so much for watching till the end, hitting the like button and sharing it with your friends. Have a great day everyone, and see you in the next video. またね。